はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。今日はこの内ももをばらしながらね、この刺し毛のお話をしたいと思います。今日もよろしくお願いします。これが内ももです。これは和王さんのメスになります。お肉携わっとる人やと大体わかると思うんですけども、メスのね、こういったちょっと色の濃くて小刺しのメスが皆さん好まれるとは思うんですよ。内ももってそんなに何も難しいことはない。丸やランプやかと比べたらすごく簡単なんですけど、僕個人的にはこの内ももってあんまり好きじゃない。だけどこの内ももはええかなと思う。それを兼ねてばらしながらお話をしたいと思いますけれども、内ももってね、こんだけ大ももとかよく言うんかな。これ僕らなんかそんなあんま言わへんのでよう分からんけど、内ももってこの辺だけが一番、その中でもこんだけが一番美味しいところにはなるんですけれども、でこの内もものこの上の部分、これがねあんまり焼肉としてはあんまり好ましくない場所になります。焼肉にできやんことはないけどね、ここ色変わるのが早いから僕はあんまり使いたくないっていうのがあって、もう一つはこの内ももの中でも美味しいのは本当にこの辺だけなんやけど、こう半分に割っていくとね、こういう断面になるのかな。でこの辺はサシがちょっと入って、よう入って、この辺はあまりサシが入ってないと。これ半分に割ったやつがこっちがこうなるんやけど、僕らとしてはね、見たくれ皿に並べた時とかのかっこよさで言うと、ちょっと霜降りがあった方のがいいのはいいんやけど、でこっちに行けば行くほどこれは色合いが濃くて、こういうのが美味しいって言われる人のが最近は多いかな。今までのお客さんを見ていくと、これは全体的に色が濃いからメスやからねいいと思うんやけど、この巨星とか買ってくったりとか、そのメスの中でもランクがねちょっと下がるやつとかやと、この内もものこの上の部分がね赤っちゅうよりね、なんていうの、朱色みたいなしとるのはよくあるんですよ。こういうね、だから内ももは僕はあんまり好きじゃないっていうのはそういう意味合いもあるし、水色の方のはねちょっとこういうとこがねちょっと色が悪かったです。中にはこっちのとこが柔らかいっていう人もおるんやけど、僕はあんまりこの内もも自体があんまり好きじゃない。見たくれがね、腕のお肉とかの方のが色合いが濃いし味もあるし、で内ももはどっちかっていうとパサつきやすいお肉やから、それからパサつきやすいから、こういったちょっと刺し気のいいやつを好んでちょっと値段は張るけど買ったりする場合が僕はあります。こういった刺し気を嫌がるお客さんが今は結構多いので、その中でもこういった刺しがなくて色が濃くてちょっとした見たくりがええようなお肉っていうのが最近経産牛という子供を産んだ牛、そういうのを上手に飼育し直して、元の状態にはならんけど、そのように一生懸命農家の人が経産牛っていうのを今作ってます。で九州の方にはそういった、上手に育てる方とかが見えるらしくてね。で僕も何回も見せてもらったけど、これすごいなっていうのあります。経産牛っていうのはね、1回から10何回って産む牛もおるから、本当は昔はミンチにしかならんもうようなお肉やったのでね、それからしてみたら今農家の人っていうのはその経産牛が今までミンチやったやつが安い値段やった、それが牛肉に変わるということで高い値段で売れるようになったから、農家の人からしてみたらすごくありがたいんやろうなと思うんやけれども、その経産牛の中でも5等級の経産牛が英語とかなんかそんなのがあるんかな。
あれはちょっと僕からしたら経産牛で英語ってあかんやろって僕は思うところがある。これは農家の人がその英語を作って和牛に比べは安いんやけれども、農家さんも餌代がいろいろ上がっとるから助かるっていう点はあるとは思うけど、まあ言い方は悪いけど経産牛と和牛を一緒のランクにしてしまうっていうのは僕はあかんかなと思うけどね。なんぼええやつでも経産というやつやから、そのご当地でそれに出るもんじゃないとは思うけど、あれはどうかなって思う点が僕はあります。で目指すところは10人をみんな目指していく、もうそういう風になっとるから、徐々にこういう差し系とかそういうのも変えていかなあかんのちゃうかなってなんとなく思っとる。5の10人やから必ずええかって言ったら、まあ使う側の焼肉店の人ですよね。で別で10人とかそういうのやったらね、全然まだ使えると思うけど、それはなかなかあんまり出てけえへんし、こういうようなちょっとどす黒いこういった感じのところの需要性の方のが今の中では多いかもわからない。こういった小刺しのところをやったらまだ食べれるかな。で色合いもこれはええから割にね食べてほしいと思う。農家の人らが目指すところは5の10人やから、少しでも単価を稼がなあかんからなってしまうよね。5等級やからといってみんなあんまりそれを好んでない。でその4等級でもいいやつはあるし、で僕が初めてお肉屋さんした頃なんて牛なんて A4A3 が普通やったんでね、5等級っていうのはないことはないけど割に厳しかったから、でまあ値段もそこそこ単価も高かったしね。今買ってる、セット単価昔で言うたら松阪牛の値段やね。でその時に松阪牛ってうわ高いなと思ったけど、今普通に牛をこう取るみたいなもんやね。でも当時はまあまだ高い値段でも売りよったからね。ロースとかやったらキロ1万円とかでね売りよったから、もう今そんなサシの多いやつは誰も食べへん。昔はそういうのが結構食べれたっていうのもあるんやけど、今と昔はまた今の方がくどいんちゃうかなって僕は思う。僕らは昔にまあよくしよった技というかね、硬い場所のお肉っていうのはまあ薄く切れば柔らかくなるじゃないですか。せやけど味はないで美味しくないんですよ全く。こういった和牛のまあこんなん駒材やから、こういったお肉に経産牛をかまして、でまた和牛のこういう赤身のこういうのを重ねて細切れにする。そうすると美味しく食べれるし、単価も下がるっていうのでね、みんな肉屋さんはやっとると思う。ここはうちではね駒材として使う。計算と混ぜてっていうわけじゃないけどね、焼肉にする部分は焼肉にして、まあ使えないとこはまあ駒材やったりすると。農家さんの牛をまあ 100% 全部まあうちらもよう買わん時もありやろうと思うけど、その育てとる農家さんで全て変わってくると思う僕はね。愛情があってその牛をこう取る人と銭儲けでこう取る人で、その牛って全然違うと思う。この間たまたまある場所に行ってね、その近くにちょっと用事があって通った。まあ割にその有名な牛を育てとるところでね、まあ相手言わんけどもう本当に LINE でこうなっとるみたいなね育て方になっとったから、お金がなかったら育てれるやんし、いい環境も作りやんと思うから、お金はお金でいると思うけど、そういうのを見ると僕としては嫌やなっていう点もあった。そういう育てるとこもだんだんと減ってきとんでね、ああいう牛やかももう徐々に減っとるんでね、それに僕らもなるべく協力できるように僕はしとるから。やっぱりその育てとる人と僕らでは歴然たる差やから、僕らがいろいろ思う疑問とかもいろいろね聞いてこれからはやってた方がいいかなと思うし。以上です。はい、今日は霜降りのサシの話をさせていただきました。今日もありがとうございます。株式会社稲垣では LINE 公式アカウントの方で、お肉の卸販売を行っております。まずは、LINE のお友達追加の方よろしくお願いします。そう、英語の10人のなロースやな、全くいらん冷凍にしても置いとくから何に使おうかなと思った。脂っこいのはなもうだんだんと食べれへん。